家庭でできる豆腐作りをやってみます。これね、油なんですよ。油が泡の分子を小さくするんですね。よく見てくださいね。これでいいです。ここやね。こっちになるぐらい。
皆さんこんにちは。今日は家庭でできる豆腐作りをやってみます。これは木綿豆腐なんですけど、ざるにもなります。おぼろ豆腐にもなります。そういったお豆腐作りです。でまず大豆は 250g 用意してください。でこれがかす前の大豆ですね。でこれかした後の大豆です。約 2.2 倍になります。これ何粒あると思います？数えたら600ありました。これ大粒で600なんです。小粒だとね、800から900あります。はい。これね、貸し方が問題でね、ちょっとね、割ってね、若干ね、軽く芯がある程度。これがいいです。で、あんまりね、貸しすぎると、お豆腐に弾力がなくなるんですね。ですが、これはね、プロもちょっと間違うんですよ、時々ね。貸しすぎてね、お豆腐がちょっとぐちゃぐちゃになったとかね。だからこれは気をつけてください。加水量は1リッターですね。1リッターの水で大豆をミキサーでひきます。昔は石臼でね、こうやってひいてましたね。それ今はもうミキサー、ブラインダーとかでね、やってます。石臼のね、5っていうのは素晴らしいですね。低速でゆっくりゆっくりやりますからね。大豆の変質をしない。だから高速でやるとね、やっぱりちょっとね、あんまり具合良くないんですが、まあやっぱりね、文明の利器と言いますか。今日はミキサー。これちょっとね、ミキサーが小さいからね、3回に分けてやります。これね、約30秒ぐらいがいいです。あまりね、細かくなりすぎると、ちょっとね、絞りにくくなりますから、30秒ぐらいでミキサーかけてくださいね。これをね、5って言うんですね。で昔、5汁ってやったの知りませんかね。よく風邪ひいたりすると、5汁を味噌汁の中に入れて食べたもんですね。これこそね、食物繊維も入るし、すごく大豆タンパクも入るしね、いいと思います。でこれからね、火をつけて、中火でね、ちょっと10分ぐらいかかるんです。こう回しながらね、なぜ回すかというとね、底につくんですね。で昔も地釜の豆腐屋さんは焦げ臭がしたんですね。でそれがなんともね、いい香りでね、ご飯のおこげってありますよね。あれと同じような感覚でお豆腐がポーンとね匂うんですね。それが美味しくてね、入れますね。これサプリの際にね、これ泡が立つんです。でこれをどう抑えるかがね、あれなんですけど、全国調べるとね、この米ぬかで抑えるというのが圧倒的に多かったんです。だから米ぬかのね、効能というのはやっぱり先人の人たちは知ってたんだろうなという感じがします。だんだん泡がね、抑えられたでしょ。はい、これね、油なんですよ。油が泡の分子を小さくするんですね。で、米ぬかにも油がありますから。で、米ぬかに含まれている栄養分も入って、で、うまい場合に泡が抑えられる。これ初めてね、30年前やった時に、なんと美味しかったんですよ。すごく。自然にスーッと入ってくるような美味しさ。これを感じたんです。悪なんですよ、泡は。ほんで、泡を消すということは、悪も豆腐になっちゃうんですね。ですから、本当に美味しい豆腐というのは、やっぱり消防剤入れない方がいいと思いますね。で、これでもう泡ね、かなり抑えられた。で、よくカニ泡ってね、カニがブクブク泡が吹くように、カニ泡になるともう大丈夫ですよという、これいい香りでしょ。これね、ちょっと焦げ目があるんですよ。でね、移して、ちょっと焦げてるんですね。はい。で、次に、これをですね、絞っていくんですね。絞っていくのは熱いですから、
れがおからですね。これがね、大発見だったと思う。豆腐屋さんの。おからと分離さすことによって消化吸収が 90% 超えるんですね。で、これが豆乳です。で、どのぐらい取れたかいうと、250g が大豆から 750cc の豆乳が取れました。65でね、から70度の間で凝固してください。あまり温度が冷えると固まり具合が悪くなる。で、温度が高いと固まりすぎるんです。ちょうどね、65度です。今からね、固める作業をします。よく見てくださいね。これでいいです。これで凝固しました。これ蓋します。で、これで約10分ぐらい静置しておきます。そうするとじわーっと固まってきます。こう流れてるよな。昔のおからってこうだったんですよ。だからおからもすごく良かった。で、昔のようにこういう感じで。でもね、ほんと美味しいですよ、これ。こういう感じでね。これは、おぼろ豆腐です。で、ざるに布を敷いて、これを入れて、1時間ぐらい脱水すると、ざる豆腐になります。